有明海といえば非常に大きな干満差ですね。潮の満ち引きがあって広大な干潟ができるわけですね。湾北部ですねについて言えば六角川、加瀬川、筑後川、矢部川、菊池川ですね。この辺りが代表的な川になります。非常に治水が難しい川として筑後川なんかは知られています。独特の治水対策の工夫というのもされてきましたし、固有の生き物が、人間活動のおかげで、分布を広げて共存するというシステムができているところがあります。生物多様性、いろんな生き物がいることによる恵みですねについては一般的に4つ、あるわけですけれども、1つが供給サービスですね。で、2つ目が文化的サービス、3つ目が調整サービスで、4つ目が基盤サービスということになりますね。生物多様性が豊かにあることで、この地域、の豊かさが保たれている、社会基盤になっていると。これまで経験したことないような大規模な水害が非常に増えてるのかなというような印象はあります。流域治水っていうのは川を線的に考えて治水を考えていたものをもっと流域を面として捉えて全体のこととして捉えるっていうのが流域治水っていう考え方かなと思います。うまく取り組むことによって治水に貢献しつつかつ自然環境も今までよりも良くすることができる非常に重要な施策というか大きなチャンスだと思っているので解決策につながるヒントになればいいなと思っています。鳥川はですね、おそらく400年とか、それ以上古いものだと思われるような、川の治水構造物が未だに現存していると。普通の川底とまず違いは人工的に石を積んでるというところです。あそこをツルツルのコンクリートとかで作り変えていくと流速がだいたい 30% ぐらいは大きくなってしまうということも分かっているので、石畳堰があることで、洪水時の流速を落として周りの構造物を壊さないとか、最終的には下流にある大きな、都市とかですね、いろんな資源がある場所への水害を減らす効果も期待できるんじゃないかなというふうに考えています。人工構造物にもかかわらず自然の川と同じぐらいの生物多様性機能を持っているっていうことが研究をしてみて分かった。石と石の隙間に砂とか石とか細かい流形の土砂がきちんと堆積しているということも一つ大きな理由です。そこ自体が水生昆虫とか魚類の住処になります。こののとり川の石畳にはじめ伝統的な構造物も、NBS の一つだと考えています。NBS っていうのはネイチャーベースドソリューションズの略ですよね。社会的課題を自然の資源をうまく活用することで、解決していく技術とか方法のことだと、認識しています。特に秋月の場合は観光地なので石畳堰があることによってそういう歴史的な景観が維持されるというのは地域にとって非常に大きなメリット、非常に優れた NBS の一つなのかなというふうに思います。
平成29年7月に、九州北部で、大規模な豪雨がありました。上流側で、土砂崩れが発生しまして、あと川の氾濫、あと道路の損壊、そして下流側は大規模な浸水被害が、出ています。災害復旧とその後の河川改修が行われています。桂川では川幅を2倍に広げるという拡幅と、あと川底を掘り下げる、掘削という工事が行われています。これでは水生生物には大きな影響が出るということです。将来の桂川の、生物多様性が、良くなる、工夫を、するというところが、すごく、鍵となりました。まずはできる限り、蛇行部の外側を拡幅するという、ことをやりました。川は蛇行している方が、瀬とか淵とか、砂州が形成しやすいので生態系にはプラスなんですね。水生生物の住みやすい環境が、川の流れの中で、自然に形成されていきます。工事の途中で、国の種の保存法に指定された、セボシタビラという魚がいますが、私の研究室に避難させて、人工授精で増やして工事が終わった後、放流をするということを、現在試みているところです。生物多様性の保全と治水との両立は、可能です。むしろ治水のための、工事の中で、より生物多様性を、豊かにすることも可能です。稲作、九州で水が張るのが6月下旬とかになってしまうので、トノサマガエルが産卵できない状況になっているということで、生物多様性の観点から水がある場所を作ろう。災害という意味ではこういった遊水地的なものですね。水が溢れないようにかなりの量がこの場所で一回浸透して余裕のある場所という形でこういう湿地を作ってます。田んぼだった場所を少しコンクリートで固めたような池にすることで遊水地を整備するという事例が見受けられます。その水を溜める時にとっても大事になるのが陸域と水域の干渉域というか、そういうのをエコトーンとか呼んだりするんですけれども、陸と水域がスパッと分かれているとエコトーンが基本的にはない。緩やかに環境が変わっていくような、環境を作ってあげることが、エコトーンの質の向上につながるので、そういう場所っていうのは実はいろんな生き物が利用する場所なので、遊水地の整備っていうのはむしろネイチャーポジティブに貢献できる非常に重要な、施策になるのかなというふうに思っています。今宮の陣クリーンセンターというところなんですけれども、この敷地内にですねビオトープがすでに設置されております。ビオトープという形態が、ありますと、いろんな生き物たちがですね寄ってきたり、保全できるような環境が作りやすいと思いますので、こういった形態が、より好ましいというふうには言われております。田んぼダムの取り組みが市橋でも始まっております。田んぼのあぜ道の高さを比較して、排水マスのところにV字カットっていう板をつけて水の調整をしやすくして、ゲリラ豪雨とか急な大雨の時に雨水の調整をやって、下流域に、水害とかを被害をなるべく軽減するような取り組みをやっています。やはり気候変動の影響だと思いますが、短時間にすごい雨量の雨が降ることが、多くてですね、既存の治水の能力を超えてきている状況があると思います。下流域よりもより上流のところで水をゆっくり流すとかですね、水を、一気に流さないようなそういう取り組みが必要なんですが、農業が豊かな場所、農業が盛んな場所であるからこそ水田を、維持しながら、減災にもつなげていくようなそういう、取り組みが行われていることがすごい素晴らしいなというふうに思っております。
水田っていうのは減災にもつながるし、農業生産にもつながって生物多様性の保全にもつながる、そういう取り組みが沖縄の中で、ますます広がっていってですね、この近隣の地域にも、波及していけばいいなというふうに考えています。農業に使う水を確保するための、大きな工夫がこの堀割クリークということですね。要するに細長い形状の水路状のため池的なものというように捉えてもらえばいいかなと思いますけれども、大雨が降った時に、町に降った水を、積極的に堀割クリークに流していくような構造が取れれば、氾濫というのが防げるわけですね。治水上非常に重要な、機能があるというのは間違いないです。それを効率化するにあたり、やっぱり垂直護岸のコンクリートとかにしてしまうようなものが続いてきたわけですね。いろんな生き物が減っていると、いう現状があります。木作クリークは、木作で、ダンを作るようなクリークですね。そのダンの部分がテーブル状になっていますので、ここが実は浅い湿地帯になるわけですね。でまたコンクリートで固めてるわけじゃありませんから、壁の部分についても植物が入るということで、木作護岸を使うことでそういった農地、水路は強化できるし、いろんな生き物も住めるようになると。その共存の形の一つとして木作護岸というのは、非常に優れたものだということは、言えますね。水路とか、田んぼとか湿地多ければ人間にとっては治水上のメリットがありますし、生き物にとっては、生息場所が増えるという意味でメリットがあります。保全再生っていうのは、必ずしも人間社会とぶつかるものではないというところですね。改めて知ってほしいなというところがありまして、そもそも生き物を守るというのは我々の社会基盤を守るということですから、それは社会の発展の基盤を守るということなので、同じことではあります。治水と生物多様性の両立は、鍵を握るのは人同士の理解ですよね。環境と治水って対立する概念ではないんだけど、個別の事案では対立することがよくあります。ただでもそれを乗り越えていくためには、その対立する人たちの懸念をしっかり聞いて解決するっていう手続きが必要で、特に流域治水っていう概念で考えると、平たく言えば流域全部の土地にいる人が利害関係者になる。すぐ近くに住んでいる人たちもそうだし、河川を管理している河川管理者だったり、我々川の研究をする人もそうだし、本当にいろんな人がステークホルダーになり得ます。環境と治水ももちろん重要なトピックなんだけど、流域を良くしていくためにあらゆる側面で合意形成を取り組んでいくっていうのは非常に重要だと思います。100% 防災っていうのはできないと思ってます。ある程度の妥協は必要だと思います。水と環境を融合させて一緒に考えていく、広い視野を持っていった方がいいかなと考えています。でやっぱりその行政とかにも主導してもらって、みんなで改善していけたらいいかなと思います。生物多様性を保全するということを図りながらも、他の事業活動だったり、工事だったり開発だったり、そういったところの着地点を見つけるっていうのは重要ですし、逆に非常に難しいところだなというふうに、業務を進めてて思います。こういう生き物がいて面白いよっていうのをまずは伝えてあげることですね。一度失われた自然はもうやっぱり取り戻せない、簡単には。もうそういうのをすごい実感してて、一市民としてやっぱり守っていきたいし、みんなにその魅力を伝えたいっていう。生き物の多様性がいっぱいあって楽しい堀割にしたい。でそれは我々先人たちが何百年とやってきたことなんですよね。下流の人たちが求めていることとか、中流域も大事なこととかですね。やっぱ流域全体でですね、いろんな活動をしている人たち、いろんな住民の人たちと交流をしたり、共通して守っていけるものとかですね、守っていく必要があるものっていうのを、考えていけたらなというふうに思っています。減災、防災についても、生態系の機能を活用しながら、生物多様性と両立させながら、取り組む方法もたくさんありますので、そういったものをですね、地域の方々と一緒に勉強しながら、地域に根付いていくような、そういう、アプローチができたらいいなというふうに考えています。
保全か開発かではなく、両方やっていくと。で両方やっていくことが、経済の発展にもつながる、持続的な社会の、にもつながるというような、部分、そういったところを、多くの人がですね知って理解して、でその場その場で、少しずつでもですね、保全と再生を続けていくというところが、解決に向けた重要な部分かなというふうに思っています。流域治水っていうのは、正直言ってただの言葉だなと思っていて、実現したいのは本当に持続可能で、健全な流域水循環を再生して、日本中にいい川が増えて、いい川っていうのは、洪水も起こらなくて、地域の人が非常に楽しく暮らして、で生き物も豊かにいてっていうことだと思うんですけど、そういう場所が少しでも増えていくきっかけになればなとは思っています。